今から入ってきます。博物館入ります。こんにちは。声出しちゃいけないですね。これは入り口ですね。はい。どういう、ここは入り口の機能を持たせましたか？まず最初に、このパネルが目に入ると思うんですけど、このボードには、黒い背景に白い文字で書くことによって、あなたにとって平和とは何ですかっていう私たちからの問いかけに、インパクトを持たせるようにしました。で、次に、こっち側には、来館していただいた方に私たちへの思いを説明していて、私たちが、いろんな議論とか文献をもとに、このミュージアムを作っていったっていうことと、あとこれまでの学びの軌跡として、教科書作りプロジェクトから、概念を学んで、そこから本当の平和についてみんなで考えて、で、私たちからの思いとして、あなたにとっての平和は何ですかっていう、最後には平和かけるあなたっていう、その皆さんにとっての平和について考えてもらうっていうテーマに基づいて、この入り口を制作しました。私も皆さんの議論の様子を見てたんですが、はい、私たちにとっての平和って答えは出たの？私たちにとっての平和、多様な平和っていう視点が一番多く出て、一人一人やっぱり私にとっての平和はこれだっていうのが違うっていうことが分かりました。で、どうもこの生徒さんたちは最後これが平和だっていう答えをあえて出さなかったそうです。あなたにとっての平和とは何ですかを問いかけたい。これがこの、文字に、題目、テーマに現れているということですね。なので、1年間自分たちが学んだことをしっかりと表現することによって、それを通して平和について考えてもらおうということが今回の目標になったということですね。これが入り口です。では続いてこちらの方に移動してまいりましょう。こっちに行かない。こういうルート。じゃあ、ここはどういうことを伝えようと思ったんですか？お願いします。このブースは、授業でも習った和解という概念を発表しているブースとなっています。この和解っていうのは、争いの当事者同士が成就し、過去の過ちを許すことで、過去の問題を解決し、新たな結びつきを築くことです。私たちはその中で、アパルトヘイトと北アイルランド問題という2つの問題を比較しました。その事象などを表すことによって、それをもってあなたはどう考えるかっていうのを問いかけるようにしています。そして最後には、あなたの周りにはどんな和解がありますか？それは本当に和解と言えるのでしょうか？という問いかけをすることで、より平和について考えていただこうと考えています。和解ってどんなことなの？私たちは、その平和を作るための一つのツールとして和解を使うことができるのではないかなと、平和を作るツール。それは他のツールとはどういうところが違うというふうに思われましたか？私は、その和解っていうのは、ここにも書いてますね、確かに。ここにも書いてると思うんですけど、そのしてしまった過ちをしてしまった人を許すっていうことが大きな違いだなと思っていて、その過ちを許すことでまた新たな結びつきを作って、そこから発展ができると思うので、まずは過去の過ちを許すっていうところが和解の特徴なのではないかなと思いました。それを、南アフリカのケースなんかを通して考えていたということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてちょっと次、奥へずっとこう、なんかいかにも回廊っぽいところなんですね。これ博物館っぽいところなんです。じゃあ続いてこの展示に参りました。ここではどういうことを伝えようとされたんですか？はい。このブースでは、先ほど草原先生がおっしゃっていた概念の一つであるゲーム理論を使って、対立というものを見た結果、どのようなものが見えてくるかというのを説明しています。ゲーム理論というのは、平和を考える上で一つのツールになるものなので、まず、来館していただいた皆様に、そのゲーム理論とは一体どういうものなのかを理解していただくために、大まかな概要と、それからいくつかの事例を通して考えてもらっています。こちらのポスターの方では、実際歴史上で起こった冷戦であったり、朝鮮戦争などを通して、ゲーム理論がどのようにこの中で使われてきたのかっていうのを見ています。ただ、こちらではもっと身近な点、現代の時代に見られるゲーム理論というのを取り上げていて、例えば携帯会社の競争であったり、コロナの状況下であるトイレットペーパーやマスクの買い占めという点を見ています。
で、私たちは最終的に、この胚芽ミュージアムのテーマでもある、一人一人にとっての平和というのを聞き出すために、軍事力が生む平和はあるのかという点から来館していただいた皆様に、様々な意見をもらいました。こちらがその結果になるんですけど、このあるないというのが一つの命題になっていて、来館していただいた皆様には、このような付箋だったり、シールを使っていただいて、軍事力が生む平和はあるかを、投票していただきました。結構いろんな意見が、左側の軍事力を生む平和なんてありえないという考えた方から、あるぞという銃をつける人までいろんな見解があったんですね。はい、これを見てどう思われました？これも一つやはり多様性のある平和っていうところにつながる点だとは思っていて、一人一人がその考えが違うっていうのが大きな特徴だと思うんですけど、そういった一人一人の、違う考えをどのようにまとめていって平和というものを作れるのかっていうのも、また新しい課題であったり疑問点になるところだとは思います。なるほど。はい、ここは軍事力、ゲーム理論、そういう観点から平和に入っていくというテーマブースでありました。ありがとうございます。じゃあ続いてこちら行きましょう。なんかいろいろとめくり物がついてますね。はい、ここはどういう視点から平和を伝えようとしましたか？はい、ここでは公正分配的正義という面から平和について考えました。分配的正義とは、ここにも書いてあるんですけど、すべての人々に均等な参加の機会を設け、その結果、最も不利な立場となった人々の権利を保障することです。この文章を実際に図に表して分かりやすくし、それをもっと分かりやすくするために、私たち絵画生にとって身近な絵画の受験というところをテーマに説明しました。このめくるものは、この例を理解する上で、少しでも来館者の方が楽しんでいただけるような工夫をしました。そして2枚目の展示では、下の写真であなたはどの写真が一番公正でないと考えますかという問いに対する答えを来館者の方々にシールを使って投票していただきました。これを通して私たちは日常生活の中に公正でない例は溢れていて、その状況が公正か公正でないかは人々によって違うという面から、平和の多様性について問いかけました。はい。ここには障害者差別だとかグローバルな格差、地域格差や障害者への偏見、いろんなものが出ていますね。ここは平和をどういう視点で捉えたかったのかな？はい。一番最初のところに書いたのですが、私たちが考える公正から見た非平和な状態は格差があることで、平和な状態は全ての人の立場が平等に近づくことだと考えました。こういう格差や非公正な状態というものは私たちの平和な生活を脅かしているというふうに考えるというのがこのブースの学びだということですね。ありがとうございます。で、ずっとこの回廊をこちらの方にまた戻ってまいりますと、入り口がこちらの方にありますので、そこを入っていますね。お願いします。こんにちは。ここはどういう視点で平和を伝えようとしましたか？ここでは見える暴力と見えない暴力についてまとめました。その中で僕たちはガルトゥングという方の平和を取り上げました。そのガルトゥングさんは、暴力や戦争のない世界を消極的平和と考えていて、積極的平和については、共感をもとにした協調と調和ができている世界と考えていました。また、僕たちがこのブースで伝えたいことは、目に見える暴力だけでなく、目に見えない暴力もあるということが伝えたいです。また、暴力の種類についてもガルテングさんは考えました。その中で、例えば直接的暴力では目に見える暴力だったり、身体的な外傷を伴うものであったり、文化的暴力では物理的に暴力を加えたり、言葉によって他者を傷つけたりする暴力で、構造的暴力では、社会構造の中に組み込まれている不平等な力関係や、経済や貧困格差など、政治的抑制などが挙げられます。また、一つの例として、AC ジャパンの CM で、例えばこの子供が親によるやつで虐待を受けている様子があります。これも見てほしかったのね。これは構造的暴力に含まれる虐待
構造的暴力の中の虐待に含まれます。また、2枚目のポスターでは、それぞれの暴力に対する事例を取り上げました。例えば、人種差別では、最近、ブラック・ライブズ・マターというものが問題になっていて、これは直接的暴力や文化的暴力に含まれたり、宗教ではヒンドゥー教の身分制度が文化的暴力に含まれたり、エイズではアフリカの人がエイズを発症してしまっても親が感染すると子供は学校に行けなくなったり、経済的にも苦しいということが構造的暴力に含まれるのではないかと考えました。また、僕たちは最後にどのような暴力が隠されているかということを問いかけて、僕たちはこのポスターで実際に見える暴力だけを解決しても平和にはならないということを伝えようと思いました。はい。ここは暴力っていうのを見えるのと見えないのがあるんだということに気づいたということなんですが、平和って何だと思いました？今回このブースを作りながら考えたこととして。自分は今回のことを考えて平和については、やっぱり実際に例えば喧嘩だったりいじめだったりを解決するだけではどうにもならないもので、例えば自分が平和に協力しても他の誰かが協力しなかったらそれは平和にはならないから、全員の力が平和には必要なんでということを考えました。ああ、なるほどね。一人の力だけではダメだ。いろんな人を巻き込みながら解決していかなくてはいけない。それはおそらくこういう文化的暴力や構造的暴力みたいなものをなくしていく。そのためにはそういうお互いの連帯も必要だということなのかな。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて今度はこちらの方にぐるーっとカメラも回ってまいりまして。こちらに行きますと、はい、ここは平和をどういう視点から伝えたかったんですかね。お願いします。はい、私たちは普通から見た平和について考えました。まず私たちは来てくれた方に普通って何だろう、普通って何だと思いますかという問いかけを行いました。自分では普通だと思っていることも、相手にとっては普通ではないと思っていることもあります。そこで私たちは普通によって起きる排除を具体例を挙げて考えました。まず、日常生活の中で見られる排除について説明します。右利きの人を基準に作られている社会についてです。改札口を左利きの人が通るときは、体の向きを一度変えなければならないという分かりやすい排除について考えました。下の大卒の人を基準として作られている社会は、周りからは見られにくい排除について考えました。私たちはこれらの具体例を考えるときにラビリング理論を参考にして考えました。ラベリング理論とは、周囲からのラベリング、レッテル貼りによって人の性格や考えなどが決まることです。その特徴として、周囲の意見、感じた印象などの影響を受けやすいこと、普通に影響されやすいことが挙げられました。私たちは、これらの学習を通して、私たちの考える平和を考えました。私たちが考える平和とは、身体的、精神的に傷つく人がいない世の中のことです。また、周囲から見れば違いは見えにくいかもしれませんが、実際の当事者は圧力がある世の中より、圧力のない世の中の方が安全に暮らしやすい。また、差別がなく多くの人の価値観や考えが認められることも重要だと考えるということを考えました。なるほど。どうぞ。最後に、私たちはあなたが考える普通と排除とは何だと思いますかという問いかけを行い、普通による排除を考えてもらおうと思いました。なるほど。いろんなのが書いてますね。男性がデートや食事の代金をおごるのが普通という風潮というふうに書いてますが、世の中にはいろんな普通というのがね、たくさんあって、それがあるがゆえに身体的、精神的に傷つくという人がいるんだということを考える。
それがこのブースの発見かな。はい一番あなたがここを作ってみて考えたことを一言でまとめるとどうなりますかね。私は、うん。で日常生活の中でも、たくさんって思っているけど、一部の人には排除になっているということが印象になるほど。残りました。日常社会にはびこる普通というのにいろいろと気づかされたということですね。はい、ありがとうございます。で、ぐるっとこう今度は行くんですね。はい、ここはどういうことで平和を考えたんですか？教えてください。このブースで私たちは猛獣の視点から見た平和について考えました。まずこちらの展示で猛獣とは何か国語辞典やウェブサイトなどをもとに展示しています。その後、アイヒマンというアイヒマンの人生で猛獣による出来事などについて紹介したことで、過去に起きた出来事から猛獣についての理解を深めてもらおうとしています。でその後、このアイヒマンに関連する出来事を過去の出来事で終わらせないために、現代社会で考えられる猛獣に関する例を挙げています。でここでは、現代社会における猛獣の例を挙げることで、この展示を見ている人が無意識のうちに猛獣による非平和な状態を作り出していないか考えてもらおうとしています。最後に私たちが考える猛獣の視点から見た平和というのを提示することで、この展示を見た人が猛獣の視点から見て平和な社会を作るためにはどうすればいいのかというのを考えられるようにしています。最後になんか自分の意思を持ち発信、自分の従わない人を罰するのではなく、考え方を受け入れるっていうふうに書いてますが、あなたは猛獣、服従しない自信があります？ここにもあるんですけど、うん。多分私たちは今、知らず知らずのうちに、自分より立場が上の人に従ってしまったり、逆にその自分より下だって思ってる人を従わせようとしてる部分も知らず知らずのうちにあるんじゃないかなって思ってて、そういうのを自分たちが一つ一つ気づいていって、それを自分より立場が上の人にも対しても自分の意見を持って発信したり、下の人にもその人の考えを受け入れるなどして、していくことが猛獣をなくすことにつながるのかな。なるほど。私たちの社会には無意識のいろんな権威がはびこっている。もしかしたら自分もそれを行使しているかもしれないよね。アイヒマンって知ってた？この人。私はこの猛獣について学ぶ前は知らなかったんですけど、その猛獣に関する授業の中で、このアイヒマンっていうのが出てきたので、この展示でも過去の出来事の猛獣に対する理解を深めてもらうために、アイヒマンの人生。なるほど。ナチ時代のね、出来事、あとその後どういうふうに戦争責任を人々が引き受けていったのか、その問題をしっかり考えることができたということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてぐるーっとこちらの方に回って、だんだん最終局面に近づいてきました。ここはね、紙というよりなんか物が展示してあるんですけど、ここは何を伝えたかったところですか？ここでは主に教科書、アメリカ、イギリス、ドイツ、シンガポール、中国の5カ国の、教科書を使って各国の教科書で広島原爆などに関することがどのように書かれているかについて紹介しています。どういうふうに書かれてました？わかった？はい。僕が、今日ここで説明するのはアメリカと中国、ドイツの教科書での違いなんですが、アメリカでは、原爆投下を判断したトルーマン大統領の決定が、戦争を終えるために最善の手段だったのかについて未だに議論していると、強調していました。なるほど。それに比べて、ドイツでは、ちょっと、似ているのですが、原爆投下が日本の無条件降伏を実現するために必要な手段だったのかと問いかけています。問いかけがあったんだ。なるほどね。また、この2カ国の、原爆投下が最善の手段だったのかっていう表記に比べて、中国ではそもそも原爆に対する表記がこちらの一文だけになっていて、各国で違いがあるなと思いました。右側の方には
これ、何かね。こちらは、僕たちの未来創造科での学習を紹介しようと考え、こちらではハイガとラフトラ小学校での、教科書のフィードバックなどの試合の中で、ラフトラ小学校からレベッカ先生が訪問してくださった時の写真や、今回の、グローバルジャスティスでの授業についてまとめられているこちらのパンフレットを紹介しています。これは A プロジェクトで作った教科書ですが、実際教科書を作ってみてどういうことを感じました？これあなたたち、ハイガの生徒さんが作った作品ですよね。はい。これが教科書です。ね、こういうものを作りました。一方、ラフェトラの生徒さんたちはこういう教科書を作ったというのが紹介されています。感想を一言お願いします。はい、僕は教科書を作っていく中で、当時の立場によって着目する視点が違ったので、意見が、例えば、こちらでは広島が原爆を落とされた、それから、落とされた側だけの視点じゃなく、アメリカはなぜ落とすことになったのかなど、意見が偏らないようにすることがとても大変だと。意見が偏らない。やっぱり双方の視点から見たいと思った。そうです。ああ、なるほどね。ラフェトラの子供たちも意外とあんまり原爆のこと知らなかったみたいだね。そうですね。アメリカでは原爆がそもそも広島に落とされたことについて知らない人もいたみたいで。これはびっくりした。はい。どう？知ってほしいやっぱり。知ってほしいというか、アメリカが原爆を落とした側なので、知っていることが当たり前だと思ったのね。でも、そうではないということに気づいて、ちょっと驚いた。はい、ありがとうございます。で、こういう展示ブースを通して、最後、ここが出口なんですが、ここはどういうことを最後訴えたかったのかな？お願いします。私たちの展示では、このハイガミュージアムを通して、このミュージアムに訪問された方に、あなたにとっての平和とは何ですかというような問いかけをしています。この平和というふうな一言の中には、様々な形の平和や非平和な状態なども混在しています。また、未だに平和、大切ということは分かっているんですが、戦争や周りの環境などで平和が実現されていない状況ということもあることを知りました。ですが私たちハイガ1期生は世界中の全員が安心して過ごすことができるような平和な世界が訪れることを願っています。そのためには自分たちも世界の一員として自分にとっての平和とは何ですか、そして周りの人たちにとっての平和とは何だろうかということについて考えていくことを続けていきたいなというふうに考えました。あなたにとっての平和とは何ですか？もう一度こういう問いかけがなされました。あなたにとっての平和は何ですか？はい。自分もこのように書いているのですが、まだ実際自分はまだはっきりと平和とは何かということについては分かっていません。しかし平和は様々な要素で成り立っていて、そして自分たちが安心できる環境で暮らすことができたらいいなというふうに平和に対しての思いを持っています。これからもこの問いに対して、ね、答えを見つけていきましょうね。はい。はい。ありがとうございます。で、こう戻っていくとですね、ここには最後、動画のブースがあるんです。で、ここの紹介をしてもらおうか。どういう動画を作成されたのかということです。お願いします。はい。この動画のコーナーでは、ハイガの2年生、またハイガの職員の皆さん、そして草原先生やゲストの方の平和とはに関する考えをまとめて紹介しています。この動画を通して私たちは来てくださった方がそれぞれ人によって平和に対する考え方が違うということを知ってもらうということを目的に動画を作成しました。